はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月19日から3月末までのエネルギー解説をさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ9、ワンドキング、ペンタクルスのページ、ソードのエース、カップページ、そしてソード3、ワンドの5の逆、気をつけることや対策が死神の逆ですね。そしてペンタクルスの8、オラクルはカップエースです。イエーイみたいな、なんかこう本当に喜んでいいよみたいな、そんな感じですね。今なんか鳥がすごくピチピチと聞こえてるかどうかわかんないんですけど、可愛らしい声が聞こえてて、本当に祝福されてるみたいな感じになりました。まずですね、星の動きなんですが、3月19日が新月になります。この新月は魚座で起こる新月で、乙女座さんにとってはとてもパートナーシップに響く契約とかね、一緒に共同でやりましょうとか、契約だけじゃなくてもプライベートでも、とにかくこう1対1の関係性において非常に広がるいいエネルギーがあるので、人と向き合っていくとかね、一緒に何かをやっていくという願いを持つのもそれいいんじゃないかなと思います。そしてこの新月もそうなんですけど、3月20日が春分の日でして、この19日、20日、21日ってこの3日間で結構エネルギー変わりますので、この3日間のエネルギー解説をした動画が別にありますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。で、乙女座さんにとっては3月の20日から20日以降ですね、これまで契約していた人とか関わっていた人との間の中で、やはりこう信頼するということを学ぶ期間になるのかなと思います。でこれは別にその信頼を促せれるということは裏切られることとかそんなこと全然ないんですよ。ただ自分がすごくその他者の顔色を伺うとか、自分にはたっぷり与えられているのに恩恵が、その恩恵をなんか信じにくいみたいなことになりやすいので、本当に目に見えないものを信じるとか、自分がちゃんと受け取っているっていうことを知覚できるようなこう促しがねあるなっていうふうに思うんです、宇宙的には。そしてカードで見た時にやっぱり入り口がもうカップの9なので、十分なんかここに至るまで、今日に至るまでの間に自分の中で頑張ったよとか、もう本当によくやったよって自分で自分を褒めたくなるような嬉しいことがあったんじゃないでしょうか。もしくはそういうことをこれから期待しているとか。でも実際それ起こる可能性十分にありますし、喜びを本当に感じる練習をさせられてるって感じかな。喜びをただ無邪気に喜ぶというよりも、嬉しい、はいじゃあこうしようとか、嬉しい、じゃあはい次はこれの喜びが続くためにこうするとか、なんかすぐにこう戦略とか何かに対策に切り替える癖がもしかしたらあるかもしれないですけど、なんか今は喜んでいいんだよみたいな、そんな感じです。でとてもやっぱりここでワンドのキングも出てるので、こうお仕事だったりとかご自身が計画していたことっていうのは順調に進んでいると思うんですね。で順調になんか大事なものっていうのが育っている感じもあります。だからこそここで一つ勝負をかけようかとか、じゃあ何か切り込んでいこうとか、こういうことに携わってみよう、この人にアプローチしてみようみたいな、そういう思いもあるのかもしれません。でもちょっとやっぱり深いところではこわごわやってるみたいな感じもあり、相手の反応をねどうしても見てしまう時ありますよね。でも本当にこれは面白いことに、宇宙の流れって私たちの意識がちゃんと目覚めるように、もしくは自分というものを信じて過ごしていけるようなエネルギーをちゃんと送ってくれてるんですよね。それをこっちが感知できないだけで溢れている、本当は世の中にね。でそういう目で見ると、やっぱりなんて言うんでしょうね、自分が作り上げたものとか、自分が目に見えるものとか結果とか、そういうのだけで自分を判断しようとしていたかもしれないけど、それ以外のもう存在としての価値みたいなものが本当は今ものすごく与えられている時なんですね。でそれをなんか自分で自分を認めるためには、どれだけたくさんのことをこなしたかと、どれだけたくさん稼げたかと、どれだけたくさん人の役に立ったかっていうところで自分を見てるとしたら、
なんかそうじゃないことを開こうとしてるから、自分がこう今までだったら現実的にやってたことがなんかこう相手に通じないみたいなこともあるかもしれないんですね。でもその自分が想定したことじゃないことでちゃんとそこにある意味とか、そこにいる意味とか、この人と関わってる意味みたいなのを感じられるように促されてるわけだから、シンプルにこうしたからはい入ってきましただけではその学びにならないので、ちょっと本当に視野を広げて感じてみてほしいんです。理屈じゃなく感じてみてほしいんです。できると思いますよ。このカップのページ君が出てるから、そうかもなみたいな感覚でちょっと開いて相手を信じてみると見えてくるものがある。ただやっぱりここでソードの3っていうのが出てるっていうのはやっぱり怖いんですよね。否定されたらどうしようとか、相手に誤解されたらどうしようって、それはもう万人が感じることです。万人がそう思わない人なんてほとんどいない。まあ 0.0 何%ぐらいの人はいるかもしれないけど、でもそれはそれでほとんどの人が感じるので、その恐怖が消えたら OK っていうことではなく、その不安感はみんな持ってるけど、でも何を信じますか、その瞬間自分はどうありたいですかっていうことを問われているだけなんですね。本当に傷つけられるわけじゃないんです。自分で自分を傷つけているかもしれないねっていうお知らせなだけなんですよね。だって誰かに何かを言われて傷つくっていうのは本当に自分がそうかもしれないと思ってるからこそ傷つくわけで、全くそう思ってなかったらスルーじゃないですか。なので何か自分の価値、見えないものですよ、自分の価値、自分の本当に存在価値とか何かを信じるために今本当にうちはいろんなエネルギーを送ってきてくれてると思っておいてください。で現実的には自分が本当に全てをやるとか全てを管理しなくてもいいっていう流れがありまして、要するに自分がこれまで通り1から10まででやったから OK ではなく、やらなくてもやってもOK なんですっていうね、委ねるっていうことを学ぶきっかけがあるみたいですね。そしてなんかね、例えばの話ですけど、これだけね関係性がいいとか何かご縁があるとか仕事でってなると、やっぱり自分がちゃんとやらなくちゃってなるじゃないですか。でもちゃんとやらなくだから自分がもう全部できませんみたいな状況になるんですよね。でもその方がうまくいく、その方が相手のエネルギーを奪わないみたいな、相手を信頼する、見えないものを信じるっていうのは相手の力を信じる、相手の真実を信じるみたいな感じにすることによって、本当に真実同士のエネルギーで作り上げていく何かがあるって感じがするので、自分が全部背負い込まなくてもいいよって感じがしました。自分はやるべきことを自分ができる範囲でやるだけでいい。そうすることでなんかうまくいくっていう経験があると思うんですね。でそれによってなんだそうだったのみたいなちょっと目から鱗というか何か意識が変わりますね。やっぱ死神っていう再生のカードが出てるので、これね、夜が明ける、今までの時代が終わって夜が明けるっていうカードなんです。だからこれまでの自分の在り方や自分を見ていたものっていうものが終わって夜が明けるんだなって感じがします。そしてもっと喜びの波動で自分を見る、喜びの波動の世界に近づいていく、一歩でも二歩でも、なんかそんなことを流されてる3月後半でございます。はい、ちょっと、人間関係じゃなくて仕事のことを見ていますね。はい、本当にね、完璧じゃないから愛おしいって感じです。人はお仕事デビル、ワンドの5また出ましたね。やっぱりやることいっぱいあるんだと思います。なんかちゃんとやりたいみたいな感じ、これをやるんだったらこうしてああしてこうしてみたいな、やることを自分で増やしてそれを全部こなしたらはい OK って言いたいんだけど、全部こなさなくても大丈夫ですっていう感じですね。何かの思いにとらわれてるかもしれないというお知らせなんです。でいつでもスタートできるよって言われてます。マジシャンが出てるから。ただスタートすることを躊躇している。どうしてって言ったら、いやちゃんとやらないと、準備しないと完璧に
こう準備して OK ってならないとちょっと言えませんみたいな感じがあるかもしれませんね。いやどうでしょうか。ちょっと頑張りましょう。私も同じように思うところがあります。ちゃんとしないと出してはいけないみたいな、いやもうぐちゃぐちゃでもいいから出そうよみたいに思う時があるので、乙女座さんもぜひちゃんとできてるとかできてないっていうのは自分の主観であって、もうエネルギーとして正しいものであればもうそれでいいみたいな感じで捉えてみてください。人間関係いきます。人間関係、ペンタクルスの2、ワンドのナイト、カップ10ですよ。人間関係やっぱ恵まれてる、非常にいいです。なんか自分ではうまく合わせてるって思ったり、会う時もあれば会わない時もあるとかっていう、なんか自分では本当綱渡り状態だと思っていたとしても、実はうまくいってますよねっていう感じがします、とても。そしてもし自分の中でこう積極的に関わりたいという思いがあるなら、ぜひ積極的に関わってください。飛んでいってもいいよみたいな感じがあり、そうすることによって一緒に夕焼けを見れるよねみたいなね、なんかそういうほのぼのとした関係性、そこに全てあるよねみたいな、信頼もある、愛もある、優しさもある、温かさもあるみたいな、そういった関係性を感じることができますよっていうふうに言われているので、本当に自分が自分に厳しくしない限りは温かさや喜びはたくさんあるって感じがしました。はい、いかがでしょうか。なんかヒントになりましたでしょうか。もしヒントになったよという方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。このオラクルカードはフランス語で書かれているので、私フランス語を読めませんので、皆さんで想像してください。飛び出してきたのこのカード、どう思う？このカード何でしょう。この絵柄読めない読めないけど、なんかちょっと調べたくなってしまったので調べましょう。ちょっと今調べてみましたが、なんか心を開くとか意識を開くとか重大な視点を持つみたいな感じですね。だから意識とか精神とかそういったものを開いていくっていうことで、まさになんかこう扉が開いて、そこから風がビュンビュン吹いているような感じのイメージですけど、そんな感じですね。人間関係にしても見えないものを信じてみる、心を開いてみることによって、まだ見たことのない豊かな世界があるのかもしれませんよね。はい、ということでありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。